皆さんこんにちは。ビピの日本語ポッドキャストの時間です。今日もビピの日本語ポッドキャストを聞いてくださり、見てくださり、皆さんありがとうございます。今日は日本の夏を感じる花についてお話ししたいと思います。皆さんは夏の花と聞いたら何の花を思い浮かべますか？私は夏の花と聞くと、まずひまわりを思い浮かべます。大きくて黄色くて太陽のような花。青い空の下にたくさんのひまわりが咲いている景色を見ると、ああ、夏だなぁと感じます。今日はそんなひまわりをテーマに日本の夏についてお話ししながら日本語を一緒に勉強していきましょう。まず、ひまわりという言葉から見てみましょう。皆さんはひまわりを漢字で書けますか？ひまわりは漢字でこのように書きます。少し難しい漢字ですよね。日本人でもひらがなでひまわりと書くことが多いです。ひまわりという漢字を見ると、この日曜日の日という漢字が入っています。この字は太陽という意味でも使われます。ひまわりは太陽の方向を向く花というイメージがあります。英語でもサンフラワーと言いますよね。サンは太陽、フラワーは花。日本語でも英語でも太陽と関係しているのが面白いですね。大きな黄色い花が太陽のように見えるので、サンフラワーという名前はとてもわかりやすいなと思います。英語の発音が良くなくてごめんなさい。日本ではひまわりは夏を代表する花の一つです。特に7月から8月頃になると、いろいろな場所でひまわりを見ることができます。公園や道の脇、学校、家の庭などでも見かけます。そして日本にはたくさんのひまわりが一面に咲いているひまわり畑もあります。畑というと野菜を作る場所を想像する人が多いと思います。でもひまわり畑はたくさんのひまわりが咲いている場所のことです。何千本、何万本というひまわりが咲いている場所もあります。黄色いひまわりと青い空がずっと続いている景色は本当に綺麗です。夏になるとひまわり畑を見に行ったり、写真を撮ったりする人もいます。でも、日本の夏はとっても暑いです。最近は外に少し立っているだけでも汗が出るような日があります。ひまわり畑に行くときは帽子をかぶったり、水分を取ったりして熱中症に気をつけなければいけません。綺麗な写真を撮ることも大切ですが、体調も注意していきたいところですね。ところで、皆さんは好きな人に花をプレゼントしたことがありますか？恋愛の花と聞くと赤いバラを想像する人が多いですよね。でも、ひまわりも恋愛と関係のある花なんです。日本では花には花言葉があります。花言葉とは、それぞれの花が持っているとされる意味やメッセージのことです。ひまわりには、あなただけを見つめるという花言葉があります。とてもロマンチックですよね。そして、この花言葉は、ひまわりが太陽のように動く姿と結びつけて紹介されることがあります。実は
成長途中の若いひまわりには太陽の動きに合わせるように向きを変える特徴があります。朝は東を向いていて、太陽が東から西へ動くと、ひまわりも少しずつ西の方へ向きを変えていきます。では、なぜひまわりは太陽を追うのでしょうか？実は、ひまわりが太陽を見て自分で追いかけているわけではありません。太陽の光やひまわりが持っている体内時計が関係しています。茎の片側が反対側よりもよく成長することで茎が曲がり、太陽を追いかけるように向きが変わっていきます。そして夜になると今度は西から東へゆっくり戻ります。次の日の朝にはまた東を向いて太陽を待っているんですね。面白いですよね。でもひまわりは一生太陽を追い続けるわけではありません。大きく成長して花が咲く頃になるとこの動きはほとんどなくなり、東を向いていることが多くなります。若い頃は一日中太陽を追いかける。そして夜になっても次の日の太陽を待つために東へ戻る。そう考えると、あなただけを見つめるという花言葉がもっとロマンチックに感じませんか？恋愛でも好きな人ができるとついその人を目で追ってしまうことがありますよね。たくさんの人がいるのになぜかその人だけが気になる。日本語では一人の人だけをずっと好きでいることを一途と言います。例えば彼は彼女のことを一途に思っていますというように使います。そして自分は相手のことが好きだけど、相手は自分のことを恋愛の相手として見ていない。そんな恋は片思いと言います。ずっと片思いをしていますのように使うことができます。太陽を追いかけているひまわりを見ていると、なんだか一途な恋や片思いにも思えてきますよね。でも面白いことにひまわりも大きくなると太陽を追いかけなくなります。人間も少し似ているかもしれませんね。若い頃は一生懸命誰かを追いかけても、大人になると追いかけるだけが恋愛じゃないとわかるようになるのかもしれません。なんてね。もし好きな人からひまわりをもらったら、今日のポッドキャストを思い出してみてください。もしかしたらそのひまわりにはあなただけを見つめていますという特別なメッセージが込められているかもしれませんね。ここからはひまわりと一緒に覚えられる日本語を紹介します。まずは咲く。花が開くことを日本語では花が咲くと言います。例えば庭にひまわりが咲きました。夏になるとたくさんのひまわりが咲きますということができます。反対に花が元気でなくなっていくことを枯れると言います。暑さで花が枯れてしまいましたのように使います。次は満開。満開は花がたくさん咲いている状態のことです。例えば
ひまわりが満開です。ということができます。満開という言葉はひまわりだけではありません。日本では春になると桜が咲きます。その時にも桜が満開ですとよく言います。ニュースでも東京では桜が満開になりましたという言葉を春のシーズンにはよく聞きます。ぜひ覚えてみてください。そしてひまわりの真ん中にある部分にはたくさんの種ができます。前回のスイカの動画でも種は紹介しましたよね。植物を育てるときには種をまくという表現を使います。ひまわりの種をまきました。こんな感じで使います。花が咲く、花が枯れる、満開になる、種をまく。植物について話すときによく使うので、セットで覚えておくと便利です。ひまわりを見ていると、私は明るいという言葉を思い浮かべます。黄色くて大きくて太陽のように見えるからです。日本語では人の性格についても明るいという言葉を使います。例えば、あの人は明るい人ですというと、その人が元気だったり、よく笑ったり、周りの雰囲気を楽しくしてくれるような人という意味になります。そして太陽みたいな人という表現をすることもあります。本当に太陽という意味ではありません。いつも明るくて、その人がいると周りまで明るくなるような人のことを太陽みたいな人と表現することがあります。ひまわりにも少し似ていますよね。ひまわりがたくさん咲いている場所を見ると、なんとなく元気な気持ちになります。花なのに人の気持ちまで明るくしてくれる。私はそこがひまわりの魅力なのかなと思います。毎年夏になると暑いなぁ、早く涼しくならないかなと思うことがあります。でも夏が終わりそうになると少し寂しく感じることもあります。不思議ですよね。暑い時は早く終わってほしいのに、終わると寂しい。ひまわりもずっと咲いているわけではありません。きれいに咲いて、そして少しずつ枯れていきます。だからこそ夏にひまわりを見ると、今年の夏も今しかないんだなと感じるのかもしれません。毎日忙しく生活していると、季節の変化に気づかないこともあります。でも、道を歩いている時に花を見たり、空を見たりすると、あ、もう夏なんだ。少し秋に近づいてきたな、と気づくことがあります。日本には春、夏、秋、冬という4つの季節があります。季節によって咲く花も食べるものも景色も変わります。日本語を勉強するときも言葉だけではなく、日本の季節や文化と一緒に考えるともっと楽しくなると思います。今日はひまわりをテーマに日本の夏と日本語についてお話ししました。皆さんの国にもひまわりは咲いていますか？そして皆さんにとって夏を感じるものは何ですか？花でも食べ物でも音でも場所でも大丈夫です。ぜひコメント欄で教えてください。日本語でコメントを書く練習にもなるので、
短い文章でも大丈夫ですよ。例えば、私は海を見ると夏を感じます。私はスイカを食べると夏を感じます。こんな感じでぜひ書いてみてください。今日も最後までピピの日本語ポッドキャストを聞いてくださりありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。